栄光のために。まだまだ終わらないわよ。過去を現状参る。引きましょう。了解した。リンリン。王なのだ。みんな、リンリンの旗に続いて整然と交代するのだ。我が軍も引くぞ、シェレン。はいはい。さて、ソースがどんな反応を見せるか楽しみね。なかなかやるな、奴ら。ああ、こちらも大きな被害を受けた。しかしどういうことだ。奴らの方が押しているこの状況で退却していくとは。伏兵、計略、何かしらの策があるんでしょう。ではこのまま進むのは愚策。一度進軍を停止し体制を整えましょう。ふん。どうかされましたか？どうも相手の動きが気になるのよね。というと、いえ、何でもないわ。私の思い過ごしなのかもしれない。では部隊を一度交代させますが、問題はありませんか？ええ、お願い。ケイファ、交代後補給物資の手配を。シュンランとシュウランは前線にて待機。キーとルルは私と共に交代しなさい。了解です。戦況は膠着か。さて、直後はどう動く。私はどう動く。早期進軍を停止しました。とりあえず作戦は成功ですね。みんなの乗る船が戻ってきた。陣地に向かえって合図が来てるよ。ああ、敵の主力を戦場に釘付けにできている。今の状況こそ最大の戦果といったところだろう。しかしこの均衡も長くは続かないでしょう。あとはどうやって策を仕上げるかですが、例の策を実行するにしても最大の効果を求めるには今の状況は素直すぎますね。この状況をさらに混乱させないと策を実行しても美味しくはありませんな。どうしましょう。なんじゃ、また軍議か。下手な軍議休むに似たりじゃな。
黙れ郊外。たかが前線の一指揮官が偉そうな口を叩くな。はあ、コーキンよ。わしに喧嘩を売っているらしいな。口の利き方に気をつけろゲロ。私は呉の大都督。貴様は我が命を犬ころのように待っておればよい。犬ころじゃと？我ら前線の将が命を的にして戦っていたからこそ呉は強国としてのし上がったのじゃぞ。それを犬ころとは。コーキン、貴様文官の分際で我らをバカにするなど傲慢にも程があるぞ。黙れ。呉の手足でしかない貴様らが呉の頭脳である私に反論するな。己の身分をわきまえろ。身分じゃと？汗にまみれ血を流し呉の繁栄のために命を懸けてきた我ら武将を犬ころ扱いすることが貴様の言う身分の違いか。我らが殿の囲い者が主の寵愛を笠に来てよくぞ言うた。頭脳よりも肉体を駆使して王に取り入った薄汚いバイタ風情が誇り高き我ら武官を愚弄するなど100年早いわ。何？うせろバイタ！貴様なんぞ呉にはいらん。言うにこと書いて私をバイタ呼ばわりか。もうよい。郊外、貴様の役を剥ぐ。一兵卒として戦場で死ね。わしを一兵卒に落とすじゃと？上官に対する侮辱、命令不服従、主を冒涜する発言。役を剥ぐには十分な理由だ。うせろ郊外。自分の天幕に戻り謹慎していろ。この戦いが終わった後、貴様に正式な罰を通達する。勝手にせい。誰かある？はい。郊外の部隊を解散させろ。兵は他の将に預けるように手配しておけ。しかし。やれ！なんだ？この時期に喧嘩するの良くないと思うんですけど。いいのいいの、放っておけばよいわよ。でも劉備よ、いくら同盟したとはいえ呉の内部のことに口を出さないでもらおう。同盟しているからこそ口を出しているのだ。貴様らの不仲が戦況に響いたらどうする？共に戦う者として先ほどのような些細な口論は今後慎んでもらいたいものだ。そうだそうだ。しかしご主人様、ご主人様がそう言うならそれに従うけど。そうね。メリー、どうする？今日はこれで軍事行動は終了する。各員は陣地に戻って休養しておいてくれ。休憩？私ら疲れるほど戦ったわけじゃないんだけど。うん。
戦線が膠着している状態では動きが取りにくいというのはわかるがな。のんびりしている場合でもないでしょ。決戦は明日だ。皆休息を取れ。ご主人様、どうしてあんな物言いをお許しになるのです？そうだよ。同盟してるんだから、少しは私たちの意見聞いてくれてもいいと思う。奴ら、私たちを舐めてないか？腹が立つの。本気じゃないならば演技だとでも？でも、何のために？おそらく軍議の席上であのような発言をして喧嘩したのは、その喧嘩、つまり周遊さんと郊外さんの不仲を大々的に喧伝するためだと思います。喧伝？なんでそんなことする必要があるんだ？ショーの不仲なんて弱点にしかならんだろう。普通の場合ならそうですけど、そこが周遊さんの考えた策かと。策ねえ。なんだよ、その策っての。そこまではわかりませんけど。ご主人様がそう言うなら納得はするけど。何か起こるとしたら夜。皆さん、すぐに対応できるよう、心の準備だけは怠らないでくださいね。わかった。派手に罵られたわね。さいってば、この時とばかりに好き勝手言っちゃって。ノリノリね、まったく。シェレン、私は自分の天幕に戻る。あなたも休んでおいて。了解。何も聞かないの？聞かなくても分かってるから聞かない。じゃ、おやすみ。さて、この策、どう転ぶか。天のみぞ知るといったところか。